ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？今日はね、2026年北中米ワールドカップの決勝戦で、アメリカのドナルド・トランプ大統領が自ら優勝トロフィーを授与したんだけど、その表彰式や大会全体を通して巻き起こった大混乱と物議の話題についてよ。現在、トランプ大統領によるスポーツへの介入や国際サッカー連盟、つまり FIFA との異様な距離感に対して、世界中から厳しい批判や大論争が巻き起こっているの。トランプ大統領がワールドカップの表彰式に出てきたと。しかも、優勝トロフィーを自分で手渡したっちゃろ？ニュースでトランプさんがワールドカップの会場におるでチラッと見とったけど、表彰台にまで上がってドヤ顔しとったとは知らんかったばい。サッカーのお祭りに大統領がしゃしゃり出てくるなんて何ばしとっと。表彰式って選手が一番目立つ場所やろ？今日はトランプ大統領がワールドカップ決勝の表彰式で何をしてブーイングを浴びたのか。そして FIFA 会長との怪しい関係や大会中に起きたレッドカード撤回問題などの裏側について徹底的に解説していくよ。今回のワールドカップは純粋なスポーツの大会という枠を超えてトランプ大統領の政治的パフォーマンスと FIFA の過剰な忖度が浮き彫りになった歴史的な大会になってしまったの。FIFA の過剰な忖度？政治家とスポーツ団体が裏でドロドロに繋がっとる話やね。表面的なニュースではアメリカでワールドカップが大成功みたいに綺麗にまとめられとったけど、絶対そんな生ぬるい話やないはずばい。選手たちの努力を踏みにじるような真似をしとったら、うちが黙っとらんけんね。すみれ、初見の人にもわかりやすく、その闇を全部暴いてちょうだい。それじゃあ、順番に詳しく見ていくよ。まず、現地時間の19日、ドナルド・トランプ米大統領は、2026年北中米ワールドカップでアルゼンチンを破って見事優勝を果たしたスペイン代表チームに自ら優勝トロフィーを授与したの。トランプ大統領は、この日、アメリカのニュージャージー州にあるスタジアムで行われたスペイン対アルゼンチンの決勝戦を観戦した後に、そのまま表彰式に出席したんだよ。ニュージャージーのスタジアムね。アメリカ、メキシコ、カナダの3カ国で共同開催されたワールドカップやったけど、一番大事な決勝戦はアメリカで開催されたっちゃんね。アメリカの大統領やから観戦に来るくらいならわかるけど、なんで表彰台にまで上がっとると？トランプ大統領はワールドカップの共同開催国であり、なおかつ決勝戦の開催国でもあるアメリカの大統領として FIFA のジャンニ・インファンティーノ会長と共に表彰台に上がったの。そしてインファンティーノ会長と一緒に準優勝のアルゼンチンと優勝したスペインの選手一人一人と握手を交わしてメダルを授与していったんだよ。特に試合前にその圧倒的な競技力を絶賛していたアルゼンチン代表の主将リオネル・メッシ選手には肩を叩いて慰める様子も見せていたの。へえ、メッシに肩ポンポンして慰めとったんやね。トランプさん、試合前はなんて言いよったと？トランプ大統領はこの日、決勝戦を前に公開された FOX スポーツの事前収録インタビューで決勝戦の結果を予想するよう求められた時にメッシを相手にかけるのは本当に難しいと言っていたの。彼は本当に素晴らしい選手だって絶賛していたんだよ。あのメッシを相手にかけるのは無理って珍しくまともなサッカーのコメントしとったんやね。まあ、メッシは生きる伝説やし、誰が見てもすごい選手やけんね。で、肝心の優勝トロフィーはどうやって渡したんと？メダル授与を終えたトランプ大統領は、その後横に移動して、表彰台のテーブルに置かれた優勝トロフィーをインファンティーノ会長と一緒に持ち上げたの。そして、優勝したスペイン代表の主将であるロドリゴ・エルナンデス・カスカンテ、ロドリ選手に手で直接渡したんだよ。ロドリ選手に？普通は FIFA の会長が渡すのが筋やないの？大統領が会長と二人でトロフィー持ち上げるとか、なんか絵面が重たそうばい。その後、優勝したスペインの選手たちは大歓声を上げながら記念撮影を行ったんだけど、トランプ大統領は選手たちのすぐそばに立って拍手を送り続けて、最初の記念撮影が終わるまでずっと表彰台に留まっていたの。ちょっと待って。主役は優勝したスペインの選手たちやろ？なんで政治家のおじさんが選手の中に混ざって写真に写り込んどると？目立ちたがり屋にも程があるばい。空気読みなさいよって話したい。まさにそこなの。実は、現場でも同じことが起きていて、インファンティーノ会長は、最初、トランプ大統領に対して、手で、そろそろ下がってください、という合図を送っていたの。だけど、大統領が、そのまま表彰台に居続けるものだから、最後は、会長自らが近づいていって、ステージの下へ案内する場面も見られたんだよ。ギャハハハ。FIFA の会長から、社長、もうお時間なんで降りてください、って誘導されとるやん。
ダサすぎるばい。やっぱり空気読めずに居座っとったんやね。そんなことするけん、観客からも嫌がられたんじゃないの？まさにその通りで、この日競技場ではトランプ大統領が優勝トロフィー授与のために姿を現した瞬間から観客席からものすごい大ブーイングが巻き起こっていたの。トランプ大統領が FIFA のインファンティーノ会長と共にピッチに上がって選手たちにメダルを授与しようとした際もスタジアムの観客からは激しいブーイングが起こっていたんだよ。大統領は観客席の人々に笑顔で手を振っていたけれど、観客は試合会場に大統領が存在していることに対して明らかに激しく反発していたの。そりゃそうたい。世界中から純粋にサッカーを楽しみに来たファンからしたら、政治の匂いをスタジアムに持ち込んでほしくないもんね。俺の晴れ舞台だと言わんばかりに出てきたら、ブーイングされるのは当然ばい。でも、トランプさんは試合中どこで見ていたんと？一般席におるわけないよね。ポリティコの記者であるソフィア・カイによるとね、試合中、大統領は FIFA 会長のインファンティーノ氏、自身の息子のエリック・トランプ氏、妻のメラニア・トランプ氏、そして息子のバロン氏と共にスタジアムの最高級スイートルームに滞在していたそうなの。そして、そのスイートルームには多くの著名な政治家や NFL のニューイングランド・ペイトリオッツのオーナーであるロバート・クラフト氏も出席していたんだよ。VIP ルームで VIP 勢揃いでお酒飲みながら見とったわけやね。政治家って誰がおったと？マルコ・ルビオ国務長官、ハワード・ルトニック商務長官、ペドロ・サンチェススペイン首相、クラウディア・シェインバウムメキシコ大統領、マーク・カーニーカナダ首相、そしてフェリペ6世スペイン国王とレティシア王妃、さらにはアンドリュー・ジュリアーニ氏もトランプ氏のスイートルームから試合の様子を見守っていたの。うわぁ。開催国のアメリカ、メキシコ、カナダのトップと決勝を戦うスペインの国王や首相まで大集結しとったんやね。完全に政界の超豪華サロン状態たい。そんな中で行われた決勝戦自体はどんな試合内容やったと？決勝戦は本当に大熱戦だったのよ。スペインがリオネル・メッシ率いるアルゼンチンを1対0で破って優勝したんだけど、フェラン・トーレス選手が試合終了間際の106分に価値ある唯一の決勝ゴールを決めたの。延長106分での劇的ゴール？それはめちゃくちゃ熱い試合やん。選手たちは視力を尽くして戦ったとね。そんな最高の試合の後に、さっきのトランプさんの居座りブーイングがあったと思うと、ちょっと、選手がかわいそうになってくるばい。そうなんだよね。でもね、トランプ大統領のワールドカップをめぐる言動は、この決勝戦の日だけじゃなくて、大会の開幕前から、そして大会期間中を通してずっと物議を醸し続けていたの。例えば、19日のキックオフ直前、トランプ大統領は、FOX スポーツのジェニー・タフト氏に対して、今夏のワールドカップをアメリカが開催することの成功について語っていたの。なんて語っとったんと？トランプ大統領は、インファンティーノ会長がアメリカでワールドカップを開催するというアイデアを持っていたと明かして、当初、自分は、我々はサッカーの国ではないと彼に伝えたんだけど、結果的に、我々はサッカーの国であることが分かった、と語ったの。ワールドカップで起こったようなことは、これまで一度もなかったと思う。見ていて本当に素晴らしかった、で自画自賛していたんだよ。我々はサッカーの国ではない、で最初は乗り気じゃなかったくせに、いざ大成功したら、やっぱり俺たちサッカーの国だったわ、で手のひら返しとるやん。どこまでも自分に都合のいい人やね。でもさ、大会期間中に一番世界中のサッカーファンをブチギレさせた事件があったっちゃろ？葵、よく知っているね。まさに、それこそが世界中のファンが怒りに震えた政治介入事件なの。トランプ大統領は大会の序盤、決勝トーナメント32強の試合でアメリカ代表のフォラリン・バログン選手が受けたレッドカードと、それに伴う出場停止処分を見直すように FIFA のインファンティーノ会長に直接電話をかけて要求したの。そのことで世界中のワールドカップファンの猛烈な怒りを買ったんだよ。はぁ？大統領が FIFA のトップに直接電話して、うちの選手のレッドカード取り消せ、で圧力をかけたと。なんばしとっと。そんなの一国のトップがやったら完全に職権乱用やし、イカサマ以外の何者でもなかばい。審判の判定に大統領が難癖つけるとか、スポーツの根本をぶち壊しとるやん。本当に前代未聞の事態だよね。そして、もっと恐ろしいのは、その結果なの。最終的に、バログン選手の出場停止処分は覆されて、彼はベルギーとの決勝トーナメント1回戦に出場することができてしまったんだよ。当然、多くの海外ファンやメディアは、これを、出場権を不正に手に入れた反則行為だと、激しく非難したの。圧力に屈して、処分を撤回した FIFA も大馬鹿たい。そんなん認めたら、力のある国の選手は、どんな悪質なファウルしても、お咎めなしになるやん。
トランプさんは、その批判に対して、なんて言い訳したと？当時80歳だったトランプ大統領は、反則だとは思わなかったので、ビデオ判定を求めただけだ、と述べたの。私は、そのプレーを見たし、スポーツ好きで自身も優れたアスリートだった。あれは反則ではなかった。違反ですらなかった、って自説を曲げなかったんだよ。自身も優れたアスリートだった。自画自賛が止まらんね。80歳のおじいちゃん大統領が、俺はアスリートだからわかる、って言ったところで、ルールを決めるのは審判隊。自分の国のチームを勝たせるために、ルールまで折り曲げようとするなんて、恥ずかしくないんかね。で、そのバログン選手が出たベルギー戦は、どうなったと？ここが最高の皮肉なんだよ。バログン選手は特別に出場したけれど、結局はそれだけでは全く十分ではなかったの。ベルギー代表がアメリカ代表を4対1という大差でボコボコにして破って準々決勝に進出したんだよ。そして勝利したベルギー代表チームは試合後トランプ大統領の不正な干渉に対する自分たちの考えを完璧な皮肉を交えながらはっきりと世界に見せつけたの。へえ、ベルギー代表かっこいいばい。どんな皮肉をやったんと？勝利を祝った後、BBC スポーツが投稿した動画には、ベルギー代表チームが勝利の喜びを分かち合うために輪になって集まり、その後、みんなでダンスを始める様子が映っていたの。そのダンスというのが、なんと、トランプ氏が2024年の大統領選キャンペーン中に踊って、ネットで人気を集めた、あの独特なトランプダンスの動きを完全に真似していたんだよ。ギャハハハ。髪煽りすぎるばい。大統領が圧力かけて特別に出させてくれたけど、4対1で粉砕してやったぜ。トランプダンス踊っとくわ、ってことやろ？皮肉が効きすぎて最高にスカッとする話ばい。ベルギー代表の選手たち、センス良すぎるやろ。本当に見事な仕返しだったよね。政治の圧力でスポーツを歪めようとしたトランプ大統領に対して、ピッチの上の圧倒的な実力とユーモアで応えたわけだから。ここで、今回のワールドカップでのトランプ大統領の立ち振る舞いや裏で起きていた数々の疑惑について、ネット上のファンがどんな反応を見せているのか紹介するね。世界中のサッカーファンが絶対 SNS で大騒ぎしとるばい。どんなコメントがあるん？ネットユーザーからの反応を見てみるとね、ベルギー代表のトランプダンス最高。政治介入を力でねじ伏せた試合結果にスカッとした。ワールドカップの表彰式で選手より目立とうとする大統領なんて見たくなかった。ブーイングは当然だ。FIFA のインファンティーノ会長はトランプのポチなのか？レッドカード撤回に応じるとか、スポーツへの冒涜だ。開催国の大統領がゲストとして来ること自体はいいけど、一線を越えすぎている。FIFA は自浄作用を失っているといったように、ベルギーへの絶賛とトランプ大統領及び FIFA への猛烈な批判が渦巻いているの。ファンはみんなわかっとるたい。スポーツの場に政治を持ち込んで自分の権力を誇示しようとする政治家も、それにへこへこ頭を下げてペココする FIFA のトップも、どっちも最低倍。実はね、トランプ氏と FIFA の怪しい関係は、この大会突然始まったわけではなくて、彼の2期目の大統領任期中に著しく物議を醸すようになっていたの。ここで、さらに拍車をかける FIFA の信じられないごますり行為とトランプ大統領に与えられた謎の賞について核心に触れていくんだけど、でもその前に、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。うちからも、チャンネル登録とグッドボタン、高評価、ポチッとよろしく頼むばい。それじゃあ、続きを話していくよ。実は、2025年7月に行われた第1回 FIFA クラブワールドカップの表彰式でも大問題が起きていたの。チェルシーに賞を授与した際、トランプ大統領は、なんと、優勝メダルの一つを着服したとして、世界中から非難されたんだよ。はぁ？優勝メダルを着服？嘘やろ？一国の大統領が、選手にあげるべき優勝メダルを自分のポケットに内々したってこと？泥棒やん。ナンバしとっと。自分のコレクションにしたかったのか、そのまま持ち帰ってしまったと、大騒ぎになったのよ。さらに、トランプ政権が海外からの渡航禁止措置を拡大したり、強硬な移民取り締まりを継続する中で、世界中から選手やファンが集まる国際大会であるワールドカップをどのように運営していくのかという懸念も広がっていたの。そりゃそうたい。アメリカに入国できん国があったり、移民のファンが拘束されるかもしれんかったら、安心してサッカー観戦どころや半ばい。だから、2025年7月、90もの市民社会団体が大規模なスポーツイベントを前にして、FIFA に対してトランプ大統領の差別的な政策について圧力をかけるよう求める公開書簡に署名したの。
大会観戦のために米国への入国を希望する数百万人の外国人観光客やファンの基本的権利、そして開催都市に居住して有意義な貢献をしている多くの移民の憲法上の権利を米国政府が保障するよう促してほしいってね。人権団体から FIFA さん、ちゃんと大統領に文句言ってくださいって頼まれたわけやね。当たり前の要求倍。それで FIFA はその頼みを聞いてトランプさんにビシッと言ってくれたんと。それが正反対のことをしたの。正反対？それどころか、このスポーツ団体である FIFA はトランプ大統領の関心を買おうと、なんと史上初の FIFA 平和賞という謎の賞をわざわざ新設して、それをトランプ氏に授与したんだよ。はぁ？ FIFA 平和賞？なんやそれ。そんな賞、今まで聞いたことも半ばい。トランプさんをご機嫌にするためだけに架空の賞を作ってプレゼントしたってこと？その通りなの。トランプ大統領は普段から世界各地の国際紛争に関与したことを理由に自分はノーベル平和賞に値するという持論を繰り返し述べていたの。だけど2025年の本物のノーベル平和賞はベネズエラの野党指導者であるマリア・コリーナ・マチャド氏に授与されたの。本物のノーベル賞をもらえんくてトランプさんがイジイジしとったわけやね。そこで FIFA はノーベル賞発表の直後の2025年12月にトランプ氏に独自の FIFA 平和賞を授与したんだよ。インファンティーノ会長は大統領に賞を授与する際にこう言ってベタ褒めしたの。あなたの行動、そしてあなたが成し遂げたこと、それを信じられないほど素晴らしい方法で成し遂げたことに対してあなたは間違いなく FIFA 平和賞の第1回受賞に値します。大統領、平和を実現し、世界を繁栄させるために、私と、そしてサッカー界全体が、常にあなたを支援します、ってね。気持ち悪いほどのごますり発言倍。サッカー界全体が、常にあなたを支援しますって、勝手に、サッカー界全員の意見にするな。世界中のサッカーファンは、誰も、そんなこと頼んで半ばい。ノーベル賞をもらえんで、すねとるおじいちゃん大統領に、お手製の、平和賞をあげてご機嫌取りするとか、FIFA のプライドは、どこに消えたんと。本当に開いた口が塞がらないよね。人権団体から入国規制や移民差別をやめさせるようプレッシャーをかけてくれと頼まれたのに、それを全部無視して逆に大統領素晴らしいです。独自の平和賞をあげますってへりくだっていたんだから。だからこそ今回のワールドカップ決勝の表彰式でトランプ大統領とインファンティーノ会長が並んで出てきた時に会場全体からあんな猛烈なブーイングが飛んだんだよ。全部つながった場合。観客はトランプさん個人の政治姿勢だけじゃなくて FIFA と合体してスポーツを私物化しとるその見苦しい姿全体に対して怒りのブーイングを浴びせとったわけやね。理由を知れば知るほどあのブーイングは当然の結果体。スポーツは世界中の人々を人種や国籍、政治の垣根を越えて一つにする素晴らしいもののはずなのに権力者たちの自己満足やご機嫌取りの道具にされてしまうのは本当に悲しいことだよね。ベルギー代表のようにピッチの上で毅然とした態度を示す選手たちやスタジアムで声を上げるファンたちの存在こそがスポーツの誇りを守っているのかもしれないね。ほんとそれたい。トランプさんもインファンティーノ会長も自分たちのやったことが世界中にバレて赤恥かいたことをしっかり反省してほしい場合。次の大会では純粋に選手たちが主役になれる平和なワールドカップになってほしいね。ということで、今日は2026年ワールドカップ決勝でのトランプ大統領へのブーイングと FIFA との過剰な忖度関係という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。